じけばな君が待ってる酒場隣り合わせばみんなと愚痴も文句も酒の中酔って笑ってまた明日心つながる幸せ酒よ一枚しかない。はいはい、幸せ酒場。ありますよ。はい。これはそうですか。これを大ヒットに持っていかないといけないんで。なかなかいいですよ。藤原宏君って遠藤先生の最後の弟子なんですよ、これ。幸せ酒場なんですよ。隣が焼き鳥屋これになったからちょうどぴったり込んだと思ってるし。1500円です。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくどうぞ。みんな宝って言えば宝なんだろうけどな、55年のみんな店に来てくれた方ばっかりの出会いの写真ばっかりだし、作詞家作曲家のこの人たちももうみんな有名になりましたけど、これ今作曲家協会の会長ですからね、これは今著作権協会の会長ですから、これは箱根走りの半次郎という歌をヒットさせた、これが今だから僕が60歳の時ですから、これ、人一藤あや子、長山洋子、石川さゆり、この女の女性歌手としてはこの人がもう全部占めてましたよ。とにかく僕の60歳の記念にっていうことで、で何が欲しいって言われて、僕はねプレゼントに何もいらないと、何か欲しいものあるんじゃないかと言われたら、僕は意地悪してやれと思ったの。日曜日うちの前に握手会で立ってくれと言ったのが実現したわけだから、どっかの劇場のコンサートをキャンセルしてここに来てるんですよ、これ。だから事務所としては何千万もの赤字になってるわけですよ。これが1997年4月の27日、ここへこのテーブルを置いて皆さんと握手だけしたわけ。それが200人ぐらいで終わると思った。そしたら上の警察官たちが整理に当たってくれて、で僕のとこへ来て「社長、ちょっとこれ何時で終わるのか知らないけど、これ並んでんのどこまで並んでるか知ってるか?」って言うから「上の駅まで並んでるぞ」って。それだけ人気があったんですね。一番人気の時だもん、3人とも。いや、その写真を立てなきゃダメ。これでこういうふうに本日、何々どうのこうの歌謡キャンペーンをやりますからっていうことを言うためのものだったんです、これ。これなんで拡声器たんですか。今はもうこれ日本のレコード会社は作ってないから、販売してないのでもう全然ないですよ。だから順番も何ももうあんまりそれはこだわらない。ただこれなくなればどんどん減るだけだから。じゃああそこになんか置いてあるこちらのところもカセットだった。全部そう。だから並べるのはもうないわけ。なるほど。了解しました。はい。千正雄のカセットまだあ
ありますか？これはない。ない。うん。もうカセットはない。CD。日森うん、CD しかない。日森うんカセットはもうレコード会社作ってないから。あこれにしかもう入ってない。カセットはもう売りで作らないからないですね。これ買いたい。買いましょう。はい。これはこちらは。あ、これは大丈夫。はいはいはい。カセットでいいの？カセットお土産。お土産でカセット。私実は家で CD プレイヤーもあります。はい。そうなの？あら。この警察署長の裏に森進一がいるんだよ。本当です。ここの裏にこれが森進一。おお、本当。お若い。もう40年前。 40年前もう森進一若い。はい、ありがとうございます。私子供の時、私おばあさんに育られた、おばあさんはテリーサ・テン好きだった。子供の時いつもテリーサ・テンの音楽聴いていました。そう演歌聴く時ちょっと、振り返る気持ち。It's a good feeling for me if I have the cassette like on my desk, the vibes that I felt when difficult to explain. I think it's kind of thinking about when I was a little kid. I think thinking about a more peaceful, simpler time where life wasn't so complicated. 商売にはなってない。だからみんな辞める店が多いわけですよ。でも今現在外国の方も寄ってくれる、中には買ってくれる。表の鳴ってる音につられて、それで興味がある人は入ってくるんですね。それから日本の人たちも久しぶりだなぁなんて思う方が10年15年ぶりにここ来たっていう人も寄って買ってくれるっていう、だから売り上げのために店開けてるというよりも皆さんのために開けてるみたいな。もう熱烈ファン。熱烈ファン。熱烈。これから超したかった。こんなにいっぱい。うわこんなにいっぱいいただいて。若い藤原さんからずっとこれ一番新しいやつですね。でも初めて。初めて。そう、夕べ2時まで眠れませんでした。2時に目が覚めちゃって。本日ここで藤原さんが6畳ライブされるとのことでどこから知りましたか？ここのオーナーも神様です。一番最初のそのロマンチックさどころっていうのをここで探したんですけど、ここでももうそれはね、大川栄策さんがデビューした頃の曲だから、どこ探しても水戸市内探してもなかったんですよ。30年も探してたんですよ。でここに来たらあるかなと思ったら、さすがここにもなかったです。それでここのオーナーが新潟の実証館に、遠藤先生のその実証館にね、そこのところに電話かけてくださって、そこにはあるって言われて送ってくださって、私が無料でいただいて、このお花もね、私仕事終わってから取りに行ったのね、作っといてくれるって言って。はい、こんにちは、お世話になります。あなたの噂ばっかりよ。まず最初に本物？うん、でロマンチックさの頃をいいからこれ買ってきていただいて。はい、こんにちは。嬉しい。なんかね、サインとあれしてほしいって言うんだけど。オーナーのおかげですよ。こんなに早く夢が実現するなんて。はい。はい、行きますよ。はい。1、2の3。じゃあもう一枚。はい。はい、行きます。1、2の3。隣近所挨拶してからの方がいいからさ、挨拶するっていう。してくるから、ここと前と、ここはここも行ってくるから今。ドリンクも持ってきたから。
すいません、今日ちょっと13時から2曲ぐらいちょっと歌うんで、音が出ますけど、すいません。これドリンクなんで飲んでください。ます。よろしく。すいません。ます。お願いします。はい、すみませんです。お願いします。キングレコードの藤原宏君、僕とのお付き合いは30年も長いんですけど、うちの前で一回もお願いして歌ってもらったことがないっていうことに今年になってから気がついてる。なんでここで藤原宏を歌わせなかったのかという、今になってみると、今日からお前はデビューだなっていう感じで話しました。これは藤原の育った十勝の風は日高おしかおほつきまあ僕デビューしたのがこのカセット、はい。これ、1994年、はい。ね、だから30年前、うん。これで「心情」っていう曲でデビューして、うんでここはもうデビューしましたって挨拶に来た最初はい。 30年前に、うんうんうん。で知ってるよって、遠藤先生の遠藤実先生のね僕最後の弟子でデビューしましたって、遠藤実先生っていうのは世界の人たちが歌ってる「北国の春」っていう歌をね、作曲してます、小林社長は遠藤実先生のことが大好きですから、はい。とにかく息子のような存在で思ってくれてるのではい。 「ひろし頑張れよ」とだから僕も心のお父さんのような人だし、知らぬ間に好みに宿る根性魂に人情け泣いて生きてる泣いて生きてる十勝の男小林社長がこの曲をこの「幸せ酒場を」はい。すごいすごい気に入って、でこの作詞した人とかプロデューサーに連絡して、はい。こんないい歌売らないといけないよっつってくれて、奮起したのがこの今日に至るわけ。ね。いやもうなんか知らんけどね、こういう明るい曲好きなんですよ社長は。社長は寂しい、切ない歌が好きじゃない。エネルギッシュに88歳になるのにやってらっしゃるってすごいなといつも思って尊敬して、もう本当に日本でもここだけですよ、こうやって演歌のね、こんだけのスペースで演歌しか置いてない店なんていうのは、みんなここからスターが生まれて、ね、それから、辞めていった人もいて、その歌手の人生をみんな見てきてるわけだからね。だからいろんな人がここに挨拶に来て「お願いします」って来る、このリズムさん、だからすごいですよね。僕の父親からです。じゃあお父様もはレコード店じゃない。食品業。味噌漬けとか漬物って言ってね、僕は13歳まで歌手になりたかったのよ。歌も結構うまく歌えるし、声もねちょっと人と変わって、13歳の時にしてはガラガラ声だったし、歌手になれなかったの。誰もが聴いて心が休まれるような歌を歌える歌手を世の中に出したいという気持ちがまず第一にある。
スターを作りたい。それで1年に1人でも5年に1人でもスターになっていく人が出ればお金のことじゃなくて僕は満足してるわけ。これがこういうのが最初なんだよ。これ車カーステレオって言ってはい、車で大体使う方が多かった。はい、これは現在もしかけたくても機械がないからかけられない。うん、誰か持ってる人はいることはいると思いますよ。はい、だけど私のところにはもうない。うん、こうなってるんだよこれ。へいや集めてるんじゃない。これはもう全部買う人がいないからー、うん、ほとんど捨てたんです。あ古い歌はこれに入ってるのしかないことがあるんで、ー、はい、僕好みの曲ばっかりだからほとんど。だから大事に取ってあるだけなの。1個のこれいくら？だいたい3300円から一番高いもので4500円です。昭和でいうと44年の11月の25日に店を開業したの。ここもこのディスプレイもはい、ここもはい、全部この品物ばっかりですから。はい、売り上げはね、こんなに売れるのかと今でも忘れないんですけど、入ってきたお客さんがいてテープを56本こう自分で持ってここへお金を2万円置いてった。親父ここへお金置いてくから足んなかったらこの次来た時払うからなって知らない人なんだけど、お客さん第1号。それからその人は30年ぐらい毎日のように物を買ってくれた人。それはね金庫の中に、うちの金庫の中に毎日何十万ってお金が入るんですよ。買いに来るお客さんたちが例えばおしゃれな男性だったりとかお金持ちだったり、女の人も男の人もみんなそう。車に乗ってる人も、要するにいい車に乗ってる方が多い。高い車。あとはもう一つは逆にトラックの運転手。九州から北海道まで走るドライバーがこれを聞く夜中こう運転してるのにこの歌を聴きながら疲れが出ない、という時代だった。みゆきちゃんが二輪草がここに旗、はい、これで来て、二輪草っていう歌は、要するに僕がレコード会社に推薦をしてヒットにつながった。それでお礼にこのちっちゃい自転車をプレゼントしてくれた。で曲のタイトルが二輪草だから二輪車という意味でそれで自転車にした。この中に入ってますからね、二輪草ね。この一番喜んでる写真がこれなんだよ。1998年になってます。何日もかけてます。何枚も撮ってあったんですね。なるほど。ありがとうございます。なんかすごい喜んででほら、ました。そう売れて嬉しいって言ってみんなねお祝いで。売れているというのは何枚ぐらいのなんか売り上げ？そこまではこのちょっとは聞いてないけどかなりね何十万枚まで出たには当時はね。すごく不思議だなと思って、どういった方法を使って彼らの夢を叶えてあげたのです。この人が出会いなんですけど、これは宮代っていう人で、この人が「女の道」という曲を要するに手に持って東京の日本のレコード会社へ回ったところ、いや会議でダメだったと、コロンビアもダメだと、発売しないと、そんなことないのになんでかなと思って、でとりあえずじゃあかけてみようということでこの「女の道」をここへかけた。で夜の9時頃でした。それ
ものの1分も経たないうちに僕がそのテープを止めた音をしたら、コロンビアから来た2人が「なんで止めるんですか?」って言うから「後ろを見てみなさい」と。1分も経たないのにこれだけ人が集まったら絶対売れるよって。後ろを振り返ったらもう30人ぐらいの人がたかったんだよ。1年間で120万ぐらい売れたから。これがね、この人がこの人ですから。今はもう3人とも死んだから、おそらく歩ってる人は若い人だとすると知ってる人はいないかもしれない。だけど今でもこれはやっぱり欲しがってきますよ。これね、これがそうですよ。これがそうなんですよ、これ。でこれは誰かと思ったら、これうちのかみさんでこっちが僕なんだよね。うちの奥さんに詩を書かして、今現在作曲家で生きてる岡千秋、大変有名になられて、僕ら夫婦が作った歌を俺が歌うって何とかしようかって言ってくれて歌ってくれてるから、それがまず一番僕は嬉しいけど、で岡さんの気持ちを聞いたことあるんですよ。どうして人の作った作品を歌ってくれるって言ったかということですよね。そしたら自分がヒットする前に「なにわ恋しぐれ」っていう歌がコロンビアレコードから発売になって、その時に東京のレコード屋さんは誰も手を挙げなかったのに、レコード屋としては新人だったんです、その時。で他のコロンビアレコードに呼ばれたレコード屋さんが全部で25人ぐらいいたはずなんですけど、皆さん売れると思う人手を挙げてくださいって言ったら僕だけ手を挙げたんで、で他の人は手を挙げないから、あれって僕は思ったんですけど、その訳はいろいろあったんです。東京のレコード屋さんは大阪の方の言葉が入る歌が大嫌いだったの。それで手を挙げなかっただけのことなの。100枚ぐらいは取ってて、100枚取った。そしたら店でかけてたら1日にとにかく7、8人の方は必ず買っていくから、10日経ったらもう100枚ぐらいすぐなくなってましたから、それでまた100枚取る。そういう話を岡先生が聞いて、で一回訪ねてみようと思って来たのがこの写真。これがざっと40年前ですからもう。今日はどんな曲歌われますか？私のデビュー曲の花フォーエバー。花フォーエバー。2年前にデビューいたしまして、もう年齢言っていいですか？65歳でデビューしました。いやいや68。たまたまクラウンのですね、フェスティバルで優勝してしまって、もう歌手になるなんて全然、もう普通の主婦ですからでしたから。じゃあ歌手の前には主婦をやられている。銀行員の後に商工会議所のお仕事をちょっとして、その後コンビニを20年やったんですよ。だから本当シンデレラストーリーなんですよ、私。本当そうです。思い出めくったこの歌をあなたへ届けたい。花を添え秋も深まる。最初にここにお伺いした時に、もう失礼な、本当にぶしつけなお立ち台はないんですかっていう言葉にこちらの小林社長が「君は誰なんだ?」って言って怒られたんですね。なんで君はって言って、私たち2人ともそれからずっと東京に来るたんびにこちらにご挨拶に来て、浮かんでいますforever。素敵な花を贈りたい forever。 ありがとう。もう名前も売れてない私なんかが来る場所じゃないんですよ、本当は。だからもう嬉しくて嬉しくて、先ほど舞い上がってしまって、もうこの
CD の多さと写真ですね、店内の写真も日本の演歌界ではもうそうそうたるメンバーの方たちです。だからうわあすごいなと思って、もうできれば私ももしかして買ってくだされたら、そうですそうですね、本当ですね。スタジオの時間が少し空いたので「隅田川慕情」っていう曲をレコーディング室でレコーディングした歌があるんですよ。